それではご法話いたします。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。南無高僧日蓮大菩薩五明藩は正具問答章に示してのたまく、仏道に入りて理非を考えみるに、仏法の邪正は必ず特通自在にはよらず、これをもって仏は恵方不恵人と定めたまえり、ないしかの赤田仙は豪華を片耳にたたえて12年、義都仙は一日のうちに大海を水干す、鳥海は霧を吐き、乱波は雲を吐く。しかれどもいまだ仏法の是非を知らず、因果の道理をもわきまえず、一朝の法雲発しは公共言宗の右りに周に天下を降らせしかども、妙楽大師は官能格のごときもなお理にかなわずとて、いまだ仏法をば知らずと発したもう。とうとう日蓮在王藩南無妙法蓮華経。それでは皆さん手を下ろして楽にして聞いてください。今年はオリンピックイヤーです。本当は去年だったんですけれども、新型コロナウイルスで今年に延びました。あと100日、オリンピックが本当に開催できるのかどうか、これはその場近づいてみないとまだはっきりわからないところでございますが、昨日と今日、島根県内で聖火リレーが走っておりますね。今日は安来も通るんですかね、あまり詳しいことを知っておりませんが、昨日西の方からずっと邑南町の方まで来て、今日は出雲からこちらの方を走ってくる予定だというふうに聞いております。ただ広島と岡山では公道での聖火リレーは中止となりました。やはりそれだけ感染者が増えているという状況があって、致し方のないところであったろうというふうに思います。島根県は幸い比較的には少ないんですけれども、それでもずっとゼロの日が続いていたのに比べれば、最近は5人10人と島根県鳥取県どちらでも患者さんが増えてきております。ですので今後どのようになるか、私たちもなかなか気を緩めることができない状況であろうというふうに思っております。この新型コロナウイルスのおかげでというかせいでですね、せいで先ほども事務連絡でお話をしましたが、せっかく6月に日蓮聖人ご生誕800年の記念の大法要が予定されていたんですけれども、世界中がこの新型コロナウイルスで苦しんでいる今、延期をしなければならないという苦渋の判断がありました。これに対してもしかすると人によっては、お題目信仰が正しいんだったら新型コロナウイルスなんかに負けないんじゃないの、保養できるんじゃないの、できないんだったら嘘っぱちだみたいなことを言う人がいるかもしれません。でも皆さんご存知の通り、そのような考え方は明らかな心得違いです。なぜか、それは因果の道理をわきまえていないからなんですね。実は宗教の中にはこの新型コロナウイルスについて突拍子もないことを主張している宗教があるようです。ある新宗教、名前は申し上げません。ある新宗教で半年ぐらい前に報道されていたんですけれども、その教祖の法力によって信者は新型コロナウイルスなんかにかからないからマスクつけなくてもいいぞ集会の時にはっていうふうに言っていた宗教があったそうです。もちろんその人たちの中から何十人と新型コロナの感染者が発生をしました。当たり前ですね。その時に教祖がこういうふうに言ったと報道されています。コロナは自分の法力で守られているから大丈夫だと言っていたけど患者が出た。その時にその教祖さんは、人によって信心の強い弱いがあるから、いろんな悪いことしてるやつもいるからみんなは守りきれない、その時はその時だというようなことを発言されたというふうに言います。
世の中には宗教が嫌いな人っているんですね。宗教というのが物事の道理をわきまえずに自分勝手な思い込みでものを発言する、そういう非合理的なもんだから宗教なんてやめてしまえ、くだらんっていう人がいます。今ご紹介したようなある新しい宗教の物言い、このようなものがあれば世の中は宗教に対する信頼をなくしてしまいます。皆さんご承知の通り、私どもの信心はそのようなものではありません。あくまで仏法というのは因果の理法の上に成り立つものなんです。そのことをお示しする御書として、今日先ほど拝読をしたのが聖愚問答書という日蓮聖人の御書です。聖愚、愚というのは愚者ですね。愚かで世の中で迷っている、いろんな迷いを持っている愚か者と聖人とが問答をする Q&A です。愚か者がこうじゃないですか、これはどうなんですかというふうに質問すると、聖人が一つ一つにこれはこうなんだよというふうに説明をする、そういう書です。そしてこの聖愚問答書の中では、この世の中の無常を儚んでどうすれば人は幸せになれるんだろうというふうに思った愚か者が、いろんな儒教から始まっていろんな教えをこう巡り歩くんです。いろんな教えでこのようなそれぞれにこういう教えなんだけどどうなんでしょうというふうに言うと、聖人がこれはここが間違っている、これはこうなんだということを教え諭す、そういう流れなんです。そして先ほど拝読をしたところというのは、実はこの前のところである宗派のある偉いお坊さんが出てきます。そしてこの愚者が、あのお坊さんはとても素晴らしい神通力をお持ちで、とても不思議なことをなさったと言い伝えられている、これは本物に違いないと思うんですけどどうなんですかというふうに愚か者が言うんです。そうすると聖人はそれに対して、なるほど、自分も最初はそういうふうに思っていたって言うんです。ここよりちょっと前です。自分も神通力があるならこれ本物だろうというふうに思っていたことも一時期あった、でも違うんだというところが今拝読をした中になります。仏道に入りて理非を考えみるに、仏様の道、修行の道に入って何が筋道なのか、何が違うのかということをよくよく感じて考えてみるに、仏法の邪正は必ず特通自在にはよらず、特通自在というのはいわゆる神通力のことです。つまり仏法が正しいかよこしまなのかというのは、あの人は神通力がすごいぞ、それあっちを信じようっていうことじゃないんだとおっしゃってるんです。これをもって仏は恵方不恵人と定めたまえり。恵方不恵人については昨年の10月にこのご法話でご説明をしておりました。その時にいらっしゃらなかった方もいらっしゃいますし、また半年経ってますから覚えてない方もいらっしゃるかもしれません。 YouTube 見れる方は去年の10月のところに恵方不恵人という表題でご法話の動画がありますので、全体を知るにはそちらをまた見ていただければと思いますが、今日はそのもう少し違う視点でご説明をしたいと思います。恵方不恵人、法によりて人によらざれ。これは涅槃経というお釈迦様がお亡くなりになる時にの様子を描いたお経。お釈迦様が自分が死んだ後の仏弟子たちにこういうふうに生きていけ、こういう修行をしなさいという遺言のようなお経なんですね。その中で自分が死んだ後こういうふうにしなさいと言って、死へと言って4つ言われてるんですが、その中の一つが法によりて人によらざれという言葉なんです。涅槃経が先代の日曜上人が求められたものだと思いますが、お経がありました。ですので恵方不恵人どこに書いてあるかなと思って昨日夕べめくって、そこから恵方不恵人について経文でどういうふうに説明してあるかということを書いたのがこちらです。
法によるとはすなわちこれ発祥、人によらずとはすなわちこれ証文なり。どういう意味か。法による、その法というのは、発祥というのは世の中の因果の断りなんです。皆さんご存知の通り、仏法というのは法、ダルマ、世の中がどのような原因と結果で結びついているかという世の中の断りを基本にするんです。ですから法によるというのはそのような法の本来的な性質のことを言う。人によらずというのはどういうことなのか。人というのは証文だというふうに書いてあるんですね。証文という言葉、皆さん聞き覚えがあると思いますが、仏様のお弟子さんの中に証文と呼ばれる人たちがいるんです。これは声を聞く人。誰の声を聞くか。お釈迦様です。お釈迦様の前で実際にお釈迦様からこうだよって教えを聞いて、なるほどと言って修行をしていた人。でもその人たちというのはあくまで人なんですね。次の2行。発祥とはすなわちこれ如来、証文とはすなわちこれ唯。発祥、ダルマ、法というのはすなわち如来、仏様そのものなんだ。一方、証文というのはこれ唯。唯というのは何か。皆さんいろは歌ってご存知ですよね。色は匂えど散りぬるを、我がよたれぞ常ならむ。唯の奥山今日越えて、朝き夢みじえいもせず。唯というのは世の中が原因と結果で結びついている。そしてある一瞬一瞬はその原因と結果がたまたま和合して現れたかりそめの現象だということなんです。ですから仏様という発祥という法というのは仏様そのものなんだけれども、人というのはそのように因縁が仮に現れた一瞬の現象でしかないんだ。最後の2行です。如来とはこれすなわち常住、唯とはすなわちこれ無常なり。仏様の法ダルマというものは永遠にあるもの、普遍的なものなんだ。でも人というのは一瞬一瞬で人の心というのはいろいろ変わります。みんないろんな経験をしている。普段は優しい人でもお腹が減ると怒りっぽくなってきたり、いろんなその一瞬一瞬の因縁の中で好き勝手を言ったりするんです。それはもうかりそめのものでしかない。だからなんです。お釈迦様は自分が死んだ後、自分が直接教えをすることはできないけれども、法によりなさい。人によってはいけない。あくまで因果の理法はどうなっているかということを確かめなさいという遺言をされた。これが絵法不会人ということなんです。ですので先ほど拝読したところ、神通力があるから偉い、ないから偉くないじゃないんだ。あくまで法によるんだとお釈迦様はおっしゃってるじゃないかというのがここで日蓮上人がおっしゃっていることなんです。この後神通力の実例がいくつか出てきます。ここはさらっといきますね。赤田線、義都線というのはそれぞれインドでの聖者、宗教修行者であったようです。でこれらの人たちはゴーガというのはガンジス川、このインドのすごく太い大きなガンジス川の水を片耳にこう全部入れて12年間平然としていたっていう伝説があるそうです。また義都線というのは1日で大海のものすごい量の水をふーって飲み干してしまったという伝説があるそうです。それから長海蘭波というのはどちらも中国の仙人ですね。中国の宗教修行者です。この人たちも霧を吐いたり雲を吐いたりという神通力を示したというんです。しかれどもいまだ仏法の是非を知らず、因果の道理をもわきまえず。この人たちは確かに超能力を持っていたかもしれない。普通の人間にはできないすごいことをやったかもしれない。でもこの人たちは仏様の教え、人がなぜ苦しむのか、どうすれば幸せになれるのか、因果の断りがどのようなものなのかということを全然知らないじゃないかというふうにおっしゃっている。これも神通力があるないではないということですね。イチョウの法雲発しは、イチョウというのはこの場合中国のことです。
昔の言葉で本朝といえば日本のことですね。日本のこの統治機構というか、国体ですねを本朝と言います。で、異なるその朝ということで中国を指します。法雲法師というお坊さん、後でちょっと説明します。このお坊さんは法華経の注釈書を書かれた偉いお坊さんだったようです。で、その方が法華経を公経、お経はこういうふうになってるよという説明をする。そして言宗一緒にお勤めをする。そのような時に周にというのはあっという間に一瞬のうちにということです。周に天下を降らせしかども、その方が法華経を講じてお勤めをすると天から花が降ってきたという気髄が起きたというんですね。けれども妙楽大師、これもこの後ご説明します。妙楽大師という方は官能、仏様と人とがこう通じ合って奇跡が起きる。その官能がこのようにすごいものであったけれども、なお理にかなわずダルマを得ていない、理にかなわないことであったと言って、それは仏法によるものではないんだというふうに批判をされたというんですね。ここで少しだけ、あまり長くはしませんけれども、人の名前がいくつか出てきましたので、ちょっと解説しておきたいと思います。法華経というお経がもともとは古代インドの言葉、サンスクリット語で書かれていたんですね。そのお経が最初は口伝えにされていたのが、お経という書籍、書物の形になったのがだいたい西暦紀元前後のことだったというふうに言われています。当時はインドやシルクロードで流通をしていました。それがその後中国にこうやってくるんですね。その中国にやってくるときに、古代インドの言葉、中国の人ほとんど読めません。ですから翻訳をしないといけないんです。今でもアメリカの面白い小説を日本語に翻訳して私たち読んでます。同じような感じで、インドの方で仏様のありがたい教えを中国の人たちが読めるように翻訳をした人、それがまず5世紀頃の熊良十という方なんです。私たちが読んでいる妙法蓮華経、これは熊良十さんが翻訳をされた当時の中国語なんですね。熊良十さん、羅十三蔵とも言われます。三蔵というと西遊記の三蔵法師、皆さんご存知ですね。孫悟空とか猪八戒、沙悟浄がお供に連れてインドに仏様の経典を求めに行った人、この人三蔵法師と言われます。この方、名前は玄奘というんですね。ですから玄奘三蔵なんですが、三蔵というのは3つの蔵と書きます。何か、経律論、経というのはお経です。仏様の教えがダイレクトに書かれたもの。律というのはお坊さんたちが生活する上でこういう規則を守りなさいというお坊さん、また在家の人のもあるかもしれません。そういう人たちの行動についての書き物。論というのはそういうお経や律についてお弟子さんたちが注釈を書くんです。そのままでは分かりにくかったり誤解を招いたりしやすいので注釈を書いた、それが論書と言います。つまり仏様の教えのすべてが入っているものが経律論の三蔵なんです。ですからインドから中国にその膨大なお経や律や論を持ってきて、それを中国語に翻訳をした人が三蔵と呼ばれるんです。ですから西遊記の三蔵法師玄奘三蔵もそういう中国語への翻訳をたくさんなされた偉い方なんです。でもその三蔵と言われた人の走り、一番最初が羅十三蔵だったそうですね。この方が5世紀に法華経の中国語訳を出された。そして先ほど出てきた法雲法師という人、この方やはり5世紀の方だそうです。羅十三蔵が訳した法華経をみんなに解説して説いて聞かせた偉い方が5世紀におられた。私たちの信心のこうルーツをたどっていくと、そこに出てくるのは天台大師です。この方が6世紀、この方が法華経がお釈迦様の本意なんだということを明らかにされた。でもその後中国でいろんな仏教がこう出てきて、天台宗少し一時期下火になっていたそうです。それを8世紀に妙楽大師、先ほど出てきたお名前です。
法雲法師を批判した方、この方が出てきて中国天台宗を再興された。そしてその流れが日本に伝教大師最澄上人、そして日蓮上人というふうに法華経の新人が続いているわけです。これちょっと横道でしたけど、妙楽大師というのがこういう方だということを、ちょっと頭の片隅に入れておいてください。もう一度御所に戻りますけれども、ここで法雲法師の奇跡を妙楽大師は、確かにそれは仏様と感応した偉い神通力かもしれない。でも仏法の道理は別なんだ、それはその中には含まれてなかったんだという批判をされているということなんです。ここまで読んでくると、最初の話、もし正しい教えだったら法要を延期しなくてもいいんじゃないかっていうのが、どれだけ道理に外れた話だったかということが改めてわかると思います。新宗教の人が自分の信者はマスクしなくたって平気だって言ってたのが、どれだけ危ないことであったのかということがわかると思います。多くの人はそのような誤った宗教、誤ったものの見方からは自由です。そのように考える人というのは多いわけではありません。でも私たちはともすれば、違う面ではコロッと道を誤ってしまうことが実はあり得るんです。それは何か、今から何をお見せするのか。この写真、空間除菌をするというスプレーなんですね。左上に空間除菌のちょっと言葉では製品名言いませんけれども出ています。私たちはこの新型コロナウイルスで1年以上とても閉塞した生活を送っています。コロナウイルス、かなり重症化すると苦しい病気です。ですからそのような病気には自分もかかりたくない、大切な家族にもかかってほしくないという不安、心配が常に私たちの中にある。でもウイルスというのは目に見えないんですね、私たちの人間の目には。そうするとどこか空間のどこにウイルスがいるかわからない、不安だ、怖い、心配だという気持ちが誰にもあるんです。そのような時に空間除菌できますというスプレーがある。右上の写真です。点々、赤い点々、青い点々、菌だかウイルスだか分かりませんが、空間が汚染されているようなイメージですね。そこにこのスプレーをプシューってやるときれいになるよ、空間が除菌できるよっていうんです。左下、家中どこでも、トイレでも流しでもどこでも、右下、ウイルスや菌が 99.9% 除去できますという広告が打たれていたんですね。でもこの写真どこから持ってきたか。先月4月に消費者庁がこの業者を行政処分したんです。何か、誇大広告です。本当にはそんな効果ないのに効果があるって言ったらみんな飛びつくじゃないですか。でも効果ないよっていうことで消費者庁が誇大広告やめなさいという行政処分をした。その資料から持ってきたんです。消費者庁がどういうふうに確かめたか。あんたそういう効果があるというんだったら、それを確実に確かめた科学的な根拠を示しなさいっていうふうに言うんです。でもその根拠、確かな根拠を業者は示せなかったんです。根拠のないものを売っていた。そりゃダメでしょうと言って行政処分をしてるんです。でも私たちはテレビのコマーシャル、新聞の折り込みチラシ、また薬局に行くと薬局にいろんな除菌グッズたくさんあります。そういうのがあると買ってしまいたくなります。当たり前です。不安ですから。目に見えないウイルスが相手ですから。それを取り除いてくれるという魔法のような商品があったら買いたくなってしまう。それが私たちの当たり前の気持ちなのは間違いありません。でもこのように消費者庁が根拠がないということをはっきりした。業者自体が根拠を持ってないんです。持ってないのにそのような商品を売っていた。私たちがそのようなものに飛びつくけれども実際には価値がないというのが
この私たちの日常の生活の中でもこんなふうにあるわけですね。もともと消費者庁、厚生労働省、それとこれは経済産業省も関わってますけれども、除菌についてはこういうことを言っています。細かくは読みませんが、特に右下です。空間のウイルス対策は換気に尽きる。もう換気だと。今日もあそこ開けてますし、あそこも開けてます。空気の通りをよくしてますけれども、換気が一番なんだ。空間除菌については真ん中に注意書きがあります。周りに人がいる中で消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧することはお勧めしていません。なぜか、除菌できるようなものを私たちが肺から吸い込んだら当然害があるんです。人に害がないレベルのものを噴霧したってウイルスや菌には効かないんです。だから現実的に空間除菌というのはありえないということを以前から厚生労働省、消費者庁は言っています。でも私たちの不安、私たちの求める心があるから事業者は売るためにそのような製品を売っている。これはいわば神通力なんです。ありえない、ありえないというか不思議な効果で自分たちの不安を全部取り除いてくれるって言ってるけれども、できるよって言ってるだけで効果がない。神通力に飛びついて私たちが買ってしまったら、それは消費者被害、騙されたことになるんです。私たちの信心というのはこういうものではないんです。なぜか、ダルマです。因果の理法なんです。何が原因で何が結果で、それがどのように結びついて今の新型コロナウイルスの苦しみに結びついているか、それを取り除くためにはどのような私たちが行動をしなければならないかということを冷静に考えて、心を平穏に保ちながら日々を暮らすための知恵、それが仏法のもたらすものなんです。それはこのような空間除菌をしますとか、またはあそこに霊能者がいてこんな神通力を持ってますとか、そういうことに一喜一憂するのではない。私たちが日々を確かに生きていくための確かな教えが仏法なんだということを、先ほど拝読した日蓮聖人の御書にも言っていたわけです。新型コロナウイルスがこの後どのようになっていくのか分かりません。ワクチンがこれから広まっていきます。で、ワクチンの接種が進んでいけば、だんだんと、すぐにではないかもしれませんけれども、だんだんと日常が戻ってくるはずです。でもそこまでの間、私たちは常に注意をしながら生活をしていかなくてはなりません。この法華経寺の定例祭も基本的に行政からやめなさいというお達しが来るまでは、月に2回お寺を開けてお参りの方を受け入れて法要をしようと思っております。ですが皆さん方一人一人はそれぞれいろんな状況が異なります。持病をお持ちの方、高齢でリスクの高い方、いろんな方がいらっしゃいます。この法華経寺に来て一緒にお題目を唱えたいという信心はとてもありがたいことです。その上でこの新型コロナウイルスの状況の中でお参りに来るか、それとも今こうやってインターネットで中継をしています。ですからライブ配信、今この瞬間に今日お参りになってない方も何人かいつもこのインターネットの中継をご覧になって、それぞれのパソコンの前で合唱して南無妙法蓮華経を一緒にお唱えいただいていると思います。私たちが日々拝読をしている異様言詩の中で、どこであっても塔を建てる、つまり南無妙法蓮華経とお唱えをするところが道場になるんだというふうに書いてある。ですからお参り、定例祭は開いています。でもそこにお参りをされるかどうかということは、それぞれ皆さんでご自身で考えて一番良い道を選んでいただきますようにお願いします。行政から閉めろと言われない限りは定例祭は開きます。仮に閉めろと言われたら、閉めた上でそれでもインターネットで一人で法要はします。ですから仮にそうなったとしても、一緒に同じ時間に
法華経寺の男神と心を合わせてお題目をお唱えすることは可能です。ですのでそのようなことを考えてダルマ、法に従った生き方をするように皆さんそれぞれで考えていただければと思います。以上でご法話を終わります。ナムミョホレンゲキョウ、ナムミョホレンゲキョウ、ナムミョ